頭描く時のコツ、確か僕2年ぐらい前は側頭部をこう円柱で取れとか、こう目のラインを決めろみたいなことを言ってたと思うんですけど、どっかの美術解剖学ノートっていう、美術解剖学の本の作者さんが書いてる、なんて言うんだろう、頭の形の取り方が結構参考になって、っていうのも、なんだろう、勝手に話してるけど勝手に話してて申し訳ないですけど、頭部を脳みその入ってる脳頭蓋と、この顔と目鼻とかがある顔面頭蓋の2つに分けて考えるっていう、当たりの取り方で、その脳みその入ってる脳頭蓋と顔面の顔のついてる顔面頭蓋でよかったっけな、顔面頭蓋を、の円をそれぞれ重ね合わせて角度を取るっていうやり方が紹介されてて、こっちの方が分かりやすいなって思いつつ、ちょっとまだ紹介できてなかったんです。やり方はすごく簡単で、こう頭描いて、顔描いて、こう右側の顔の例みたいなんで言うと、こんな感じで重ね合わせて、で、こう十字のあたり引いて、こう描くみたいな。こっちの方がなんか直感的な感じがして、なんかいいなってちょっと思って。で、脳頭蓋の円の一番下の部分から首の中心を下ろして、で、こう、頭部のあたりの出来上がりみたいな。どっかの美術解剖学ノート高いからね。なかなか。そうそうそう。最初に丸を2つ書くイメージです。なんかね、脳頭蓋は円だから、あんまり、あれなんですけど、なんて言うんだろう。別にどう書いても同じなんですけど、要は脳頭蓋に対して顔面頭蓋をどういう風にくっつけるかによって、あたりが変わるみたいな。こんな感じかな。なんか雑ですけど。なんか、僕に答えられる範囲であれば、お答えできることはお答えしようと思いますので、何かあれば、どんどんコメントいただけると嬉しいです。まあ、当たりの取り方なんてそれぞれでいいとは思うんですけど、なんだろう。僕 IT エンジニアなんで、IT の世界でよく言われてるのが、車輪の再発明はするなみたいによく言われてて、もうなんか IT 関係じゃない人も結構知ってると思うんですけど、知ってるかもしれないんですけど、もうすでに車輪っていういいものがあるんだったら、それわざわざ自分で発明するようなことはせずに、使えよっていう、そういう教えなんですよね。だから、絵のノウハウとかも一緒で、自分で一から開発しようとするよりは、もう誰か頭のいい人とかが考えたテクニックとかを使うのがいいよなって、楽だよなって思うので、誰かの考えたイラストテクニックはどんどん作っていくべし。